皆さんこんにちは。今回の Vlog では湖水地方の帰りにリバプールに立ち寄った様子をお届けしたいと思います。リバプールはビートルズの出身地としても有名ですが、かつてはイギリスの重要な貿易港を持つ港湾都市として栄えていたこともあって、沿岸部には今でもたくさんのドックが残っていたり、数時間では足りないくらい見どころがたっぷりの街でした。ぜひ最後まで見ていってもらえると嬉しいです。私たちは今湖水地方から2時間くらいかけてリバプールに向かってます。ロンドンからだと車だと4時間ぐらい、ユーストン駅から出てる電車では2時間半ぐらいで来れるみたいです。このリバプール湾っていう大きなショッピングモールの駐車場に車を止めたので、今から3時間ぐらいリバプールを満喫したいと思います。今のところ人も少なくてのどかでとってもいい感じです。リバプールは18世紀にアフリカやアメリカとの三角貿易を中心に栄えた港湾都市なんですが、やはり産業や貿易が発達していた分、第二次世界大戦ではドイツ軍の爆撃にかなりさらされたようで、戦後は大きく街が衰退してしまったみたいなんですが、今は観光業を中心に改めて開発されてるみたいです。さすがかつて世界貿易の中心の港だったこともあって、この線路を使って内陸から物を運んだり、港で降ろしたものを運んでたんでしょうか。リバプールのこの港のエリアには赤レンガの建物や倉庫もすごく多くって、雰囲気で言うと文字とか横浜を思い出すような感じがして懐かしいです。ここのドックは水門で海水が入らないようにしてあってドライドックになってるみたいです。昔はここで船のメンテナンスとかが行われてたのかな。まずやってきたのはリバプール博物館。リバプールといえばサッカー、ビートルズくらいしかお恥ずかしながら知識がなかったので、まずはリバプールの街の歴史を学んでみようと思います。ここの博物館、ありがたいことに大人も子供も入場が無料で、工業や産業の発展の歴史だったり、文化やスポーツ、音楽などのジャンルもたくさん展示があります。1830年にはイギリスの港と工業地帯を結ぶリバプール&マンチェスター鉄道が世界初の蒸気機関車による営業路線鉄道として開通されて、またその後の1893年には世界初の電気高架鉄道がリバプールのマージー川沿いに開通されて、リバプールにおける貿易の発展にはこの鉄道網の発達が欠かせないものだったんだなとよく分かりました。今見えているこちらがマージー川。ここにたくさんの船が集まってきてたんですね。ここは船の荷役作業が行われたり、倉庫街が連なるドックのエリア。1950年には廃線になってしまった電気高架鉄道もこの辺を走ってたんですね。リバプールの街の歴史をたくさん知れて勉強になりました。おすすめの博物館です。こちらがさっきも見えていたマージー川。ここより少し海側に行くとアイルランドのダブリンとつないでいるフェリーも出ているみたいです。すっごい派手な船はリバプールの街を散策するクルーズ船らしいです。そしてこちらが1846年にオープンになったイギリスの貿易の繁栄には欠かせなかった倉庫街のロイヤルアルバートドックです。今はお土産屋さんやレストランがたくさん入ってる商業施設になってます。で、ここのドックを少し奥に抜けるとザ・ビートルズ・ストーリーという博物館があります。ビートルズの人生がわかる展示がたくさんあっておすすめです。このロイヤルアルバートドックは今は一部がアパートメントになってて人が住んでるみたいです。けど倉庫の名残かクレーンみたいなのもあって面白い。もっといろんなとこ行きたかったんですが3時間はあっという間でした。
ドライブしてて気づいたんですが、リバプールの街のこの茶色い建物の多さはなんでなんでしょうか。まあそんなところで今回はここで終わりです。最後まで見ていただきありがとうございました。またチャンネル登録者が1000人に行きそうです。いつもありがとうございます。じゃあまた。